それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、曖昧なあの人の本音というのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。あの人は曖昧にしている自覚があるかどうか、そしてあなたへのお気持ち、隠している本音など見ていきます。1番をお選びいただいた方はこちらのカードです。では見ていきましょう。まずはあの人が曖昧にしている自覚があるかどうかっていうのをタロットルノルマン使ってみていきます。はい、では見ていきます。タロット出してこちらの2枚ですね。これがあの人の本音とはっていうところです。隠している本音とは何か、どんなことかっていうことです。カップの5番と、こちらのカードが月のカードです。夢、本能、夜、幻想、葛藤、女性性などというワードが入っています。はい、曖昧さとかをね表していて、あとこちらは少しその失望感というか、こうなったらどうしようっていう不安だったり、もうすでに起きたことに対しての後悔っていうのも表しています。気持ち的に落ち込んでいるとか、失ってしまったことへの悲しさとか、そういうのを表していますね。これがあの人の隠している本音って何っていうところと、あとこちら出している4枚があの人が曖昧にしている自覚があるかどうか、そしてあなたへのお気持ちっていうところで出しています。まずは隠している本音っていうところを探っていきたいと思います。あの人が隠したいと思っているのは自分の弱さと迷いです。本当はあなたのことが気になって仕方がないのに、それを素直に見せるのが怖いのです。心の奥では傷つくことや拒まれることを強く恐れていて、まるでこの月明かりのように光と影が同時に揺れているような状態です。特に夜一人の時間になると、この気持ちは本物なのかな、もし伝えたらどうなるんだろうと不安が押し寄せてきます。自分の本能や感情が読めない瞬間もあるようで、それが葛藤を生んでいます。あなたに対して向き合いたい気持ちはありますが、その裏で自分でも理由のはっきりしない不安を隠しているのです。不安や恐れっていうのを隠している。そしてもし自分の気持ちを伝えてしまって関係がこじれたらどうしようとか、自分の思い通りに理想通りにならなかったらどうしようっていうことも恐れとして入っているみたいなので、うまく本音を伝えられない、伝えてその結果を見るのが怖い、知るのが怖い、あなたにもしダメよって言われたらどうしようとか、そういうことがこの人が隠している本音として、理由としてあるかなと思います。ではあの人のお気持ちっていうところで、ここの4枚見ていきます。こちらがペンタクルの10のカード、そして今あの人が考えていることがつなれびと、やはり少し制限とか我慢とか忍耐を表しています。ギリギリっていう感じがしますね。そして本心っていうところがワンドの10です。少しお疲れモード、考えすぎ、やりすぎ、オーバーワークっていうカードです。そしてこちらが近未来が節制のカードです。なので今そのギリギリなところでバランス取ってるんだけど、これから先自然と2人の仲が近づいていくとか、仲良くなるとか、ギクシャクしているんだけど、これから仲良くなっていくっていう感じです。もしかしたら今同じ社内とかチームの中にいてギクシャクしているような関係かもしれません。ちょっとあなたと対立しちゃったとかもしれないですよね。それでその自分の本心を言うのが怖いとか、ちょっと我慢している、本音を隠しているとか、心の中ではオーバーワークなのでいっぱい考えすぎていたり、あなたと今ギクシャクしてるなっていうのを感じ取っていたりするのかもしれません。どうやってこのバランスをとっていけばいいのか。表面的には同じチームや社内の中にいるっていう関係だと思います。コミュニティの中にいる。そして円滑にしている、表面的には円滑だし、これからも仲良くやっていきたいと思ってるんだけど、じゃあその隠していることを言うか言わないかっていうところに関しては、ちょっとギリギリのところに今いるのかなって思います。そしてこちらのルノルマンカードで1枚補足もらっていきます。あなたとの関係、今どう捉えているのか。自分自身を表す紳士、今回このお相手目線で
お伝えしているので、この紳士のカードは好きなお相手を表すことにしています。なので自分自身なんだ、自分の問題を抱えているってこともそうだし、自分が本心を明かしていないっていうのはあなたに理由があるのではなくて自分なんだっていうことをこの方は言っていますね。そして自分の中で制御している、やはりこの今の関係性を壊したくないとか、そこから一歩踏み出したところで、もしあなたにダメって言われたらどうしようっていうこの不安ですよね。失うことへの恐れっていうのが入っています。そして不透明だから、自分が伝えたところで関係がはっきりするのかどうかっていうのがまだその実感がというか、確信とか自信がないっていうのが入ってくるかなと思いますね。いろいろ夢見てはいるんだけど実行に起こせていないような感じです。そしてあなたに、隠し事をしているというか、本心を全て見せていないっていうことに対しては自覚あるみたいですね。そして若干曖昧性っていうのも感じられるので、あなたとの間でいい関係を築いているんだけど、今あなたとお相手が片思いの状態であれば、やっぱりあなたに自分の気持ち全て伝えられてないなとか、思ってること打ち明けられていないなとか、お悩みがあるかもしれませんね。疲れているハードワークっていうのが入ってくるので、今この方が悩んでいること、そして忍耐我慢していることっていうのはやっぱり打ち明けられていないっていうのがあります。打ち明けられないからといってあなたとじゃあこれ以上仲良くならないのかって言ったらそうではないと思います。これから自然と仲良くなっていく、仲が近づいていくとか、ギクシャクしているんだったらそのわだかまりが解消されるようなことがあると思います。はい、もしこれがお付き合いしているお二人であれば、あなたとの間に言えていないことは確かにあるよって出てきています。それは自分自身のことで、そしてそれは考えすぎとか、そうですね、気持ちが散漫していたりとか疲れているっていうことですね。そしてうまく伝えきれていない、あなたとお付き合いしていてそれ自体はすごく嬉しいことだ、でも自分の抱えている思い、悩み、辛いこととかを打ち明けた時にがっかりされたらどうしようっていう、そういう不安から言えていないんだっていうことが出てきています。はい、では、この方の本音、そして曖昧にしている自覚もある、あなたへのお気持ちや今後どうなっていくのかっていうのも見ていきましたので、じゃあなぜ曖昧にするのかっていう理由ですよね。なんでその曖昧にするのとか、打ち明けてくれないのっていうところなんです。そうですね、誰しも全て全部打ち明けるっていうのはなかなかに難しいことなんですが、今このテーマでご覧になっているということは、あの人もしかして何か濁してることあるんじゃないのっていうふうに思って不安になって見ている方が多いと思うんですよね。なのでそのあたりをちょっと見ていこうと思います。またルノルマンを引いていきます。なぜ曖昧と言いますかね、やっぱり打ち明けられない、打ち明けるのが怖いっていうのが出てきてはいるんですが、どんなことで悩んでいるのかなっていうところで、このルノルマンテーマもらっていきます。どんなことで悩んでいるのでしょうか。狐のカードです。狐はごまかしとか、あとそうですね、いろいろ意味はあるんですが、今回やっぱりこの正直になれないっていうところで取っていこうかなと思います。やっぱりごまかしちゃうんだ、あなたにどうしたのって聞かれても何でもないよっていう風に言ってみせたりとか、そんなことよりもね、自分のことよりもまず優先させたいことがあるんだっていう風に話をそらしたりするのかなと思います。自分の中でうまく隠しているんですっていうのが入ってきますね。そしてあとはこちらのカードから、なぜ曖昧にするの、なんで濁すのっていうところを見ていこうと思います。まずトランプです。トランプは5番のカードです。そしてあとこのカードが競い合うとかぶつかり合いなどを表すカード、例えば本音の衝突、緊張、感情の限界、言いたくても言えない、エネルギーが高まっているなどを表しているカード。そしてシャドウキャットのカードからは喧嘩っていうカードが出てきているんです。なぜ曖昧にするのか、やっぱり恐れていることはこれもそうなんですが、喧嘩とか対立とか衝突を避けたいからっていうのが一番の理由なのかなと思いますね。はい、あの人が言葉を濁すのは本音を言ったら喧嘩になってしまうかもと思っているからだと思います。ごまかしっていうカードも入っているので、
実はあなたに対してモヤモヤした気持ちや小さな不満が溜まっているのかもしれません。でもそれをそのまま伝えると関係が壊れてしまいそうで怖いのです。怒りがこみ上げてくるくらい真剣に向き合っているからこそ言葉を選んで感情を抑えているような状態です。あなたのことを軽く見ているわけではありません。本気で向き合いたいからこそ簡単には言えないお気持ちがあるようです。喧嘩っていうのも出てるので、やはりもうすでにね対立しました、衝突ぶつかり合っちゃいましたっていうような方もいるかもしれない。本当は円満にこのようにねペンタクル10っていうのはずっと長くね良い交際を続けていくとか円満っていうのを表してるんですね。その関係性があるんだけど、考えていることとか心の中を見ていくと葛藤だったり今負荷がかかっているような状態が見受けられるので、もうすでにあなたと喧嘩しちゃってちょっと我慢している、自分に原因があるような気がするんだけどモヤモヤしているとか、そうですね、何か抱えていてうまく言えないなっていうお相手の状態が見えています。もし喧嘩していないっていう方だとしても、自分の今抱えている葛藤をあなたに伝えたら、そこで喧嘩になっちゃうんじゃないか、嫌われちゃうんじゃないかっていう失うことの恐れ、不安っていうのが出てきています。これがなぜ言葉を濁すのとか本音を言わないのっていうところです。じゃあ何か不満があるのか、あなたに対して何か思っているところ、それはどういうところなのかなっていうふうにちょっと見ていきたいんですよね。それを、ルノルマンでまたもらっていこうと思います。そうですね、なんかあの人はあなたに対して本当はたくさん思うことがあるのに、それをどう伝えればいいのかわからない、そして心の中で葛藤しているような状況なのかもしれません。競い合う、ぶつかり合うような関係にはなりたくないけれど、自分の中の感情はもう抑えきれない。本当は伝えたいことは何か。蛇のカードです。蛇は嫉妬を表してるんですね。なのであなたに対して絡みつくようなモヤモヤした思いとか、自分があなたに対して伝えたいけどうまく伝えられないネガティブな感情だったり嫉妬心なんです。だからなんであの子と仲良くするのとか、そういうことも含まれていると思いますし、それ以上に独占欲とかそういうのも絡みついてきます。あなたを独占したいけど、やっぱりな、これ独占したいって言っちゃったらどう思われるんだろうとか、そういうことも考えてるみたい。そしてこれうずめいているものなので、なかなかそれを簡単に見せるのって難しいじゃないですか。自分の中の負の感情を好きな人にぶつけていくっていうのはやはり難しいのかなっていうふうに思うので、素直に打ち明けられないとかね、そういうところがあるんじゃないかなと思います。これ以上我慢したら自分が壊れてしまいそう、そんな風に思う瞬間があっても、あなたを傷つけたくなくて言葉を飲み込んでいるのです。本音をぶつけ合うには少しの勇気とお互いが相手を信じる心が必要とお相手は感じています。そしてお相手もあなたの優しさに気がついているのです。もしかしたらあなたが優しいからこそ、自分のなんて言うんでしょうね、ネガティブな感情を、嫉妬とかね、ネガティブな感情をぶつけてしまうと、あなたがねダメージを負っちゃうんじゃないか。だってあなたはとても純真で清らかだからっていうふうに思ってるかもしれないですよね。自信のなさとかネガティブな感情っていろんなものがギュッと詰まっています。そこに侵されちゃうんですよね、心が。不安、葛藤、嫉妬とか独占したいとか過剰な独占欲とかね、そういうのも表しています。そしてやっぱり原因は自分の中にあるんだっていうのが冒頭に出てきているので、このお相手の中でかなり葛藤している、すごい嫉妬でごちゃごちゃっと心の中がなっているのかもしれないですね。でも嫌われたくないからごまかしてるよ、喧嘩したくないから言わないよって、そういうところがありました。では本音で語り合っていくために、これからより良い関係性になっていくためにどうしたらいいのかっていうのもタロット出していこうと思います。こちらはあなたに向けてのメッセージです。もし今喧嘩していたりとかギクシャクしているっていうのが実感している方であれば、これからの近未来14番節制のカードが入っているので、物事は自然と仲が戻っていく、仲直りするとか話ができるようになるとか大丈夫です。回復していきます。
そしてまだ喧嘩していないよ、だけど相手が何か隠してる気がするとか、何か私に曖昧にしてることあるような気がするっていう、なんとなくそう感じている方っていうのは、お相手はやっぱり関係性を壊したくなくて、自分の中の負の感情を言えない、悩みとかかもしれません。実は自分はこういうところ、こういう弱みがあってっていうのをなかなか見せられない。だってやっぱりあなたの前ではかっこいい自分でいたいからっていうのがあるんですよね。ではあなたへのアドバイスカード1枚もらっていきましょう。これはカップの3番です。喜び、一緒に喜ぶとか、楽しい時間を作る、コミュニケーションを交わす、とにかく楽しさがテーマです。はい、楽しいことを一緒にやっていく、そしてお食事したりデートしたり飲み会をみんなで開いたりするのもおすすめです。2人きりが難しかったらお友達複数人を交えての、お食事や飲み会などもいいと思います。ではこのタロットカードや、そしてあとこちらのオラクルカードも出しているので、こちらからもメッセージもらっていきます。していることの質を高める、この2枚からメッセージをもらっていきます。あの人が本音を言いにくいのは、自分の気持ちがちゃんと伝わるかどうかということに不安があるからです。言葉にするよりも行動で思いを見せようとするタイプなのかもしれません。だからこそあなたが普段からお相手とどう接するかを少し意識すると、あの人の心も開きやすくなります。例えば話すときに優しく目を見てあげるとか、いつもより少し丁寧に気持ちを伝えてみるとか、何を言うかよりもどう伝えるのかを大切にしてみてください。それがあの人にとっての安心につながります。あなたの丁寧さはちゃんとお相手に伝わります。大丈夫、今のまま一つ一つを心を込めて大切にしていきましょう。そうすれば思いは通じ合っていくでしょう。そして楽しい気持ちでお相手に接していくっていうのがとても大切です。こう詰め寄っていくとお相手ますます混乱してしまったりとか、固く心をぎゅっと締めてしまったりとか、今ギリギリの綱渡りのような状態なので、荷物を軽くしてあげるように優しく楽しい気持ちをお相手に吹き込んでいくといいのかなと思いました。はい、そしてこちらトランプからはラッキーナンバーとして5を取っていってください。そしてこちらからラッキーカラーとして水色を採用してください。水色のものを身につける。そしてこちらのアドバイスカードもね、ぜひ参考にしてください。とっても可愛らしいカードですよね。はい、カップの3番っていうのは乾杯カードって言って、一緒にこうイエイって言って乾杯したりとか、楽しい気持ちを共有する、楽しいね、嬉しいねとか、それを提供したりとか話しかけたりとか、コミュニケーションを交わすっていうことがテーマになっているので、ぜひそのようにお相手に持ちかけてみてください。アプローチの参考にしてください。1番をお選びいただいた方、申し訳ございません。撮影中にカメラが傾いてきていまして、価格からカードが外れていたと思います。再度ここからお伝えし直そうと思います。選択肢メッセージからお伝えし直します。価格が少しずれていましたので、もう一度カード全体的に映るように調整しております。はい、申し訳ございませんでした。こちらが選択肢のカード。はい、ここまでよろしいでしょうか。選択肢のメッセージをお伝えしていきます。このカードはカップを笑いで満たしてっていうカードです。ここにカップの絵柄があって、ここに入ってくる光が笑い、喜びとか楽しい気持ちなんですね。あの人の本音はあなたと一緒に楽しく笑いたい、そんなシンプルな願いなのかもしれません。ここにもカップの3番が入っていて、喜びをやっぱりお相手に注いでいくっていうのが一番いいのかなと思います。今あの人は一つの大きな節目を迎えている最中で、達成感やプレッシャー、いろんな気持ちが混ざっているようです。言葉にしなくてもあなたの前ではちょっと安心して笑いたい、そんなホッとできる時間を求めているのです。だからこそあなたの前向きな空気や何気ない笑顔が何よりの癒しになっていきます。あなたの笑顔はあの人にとってのご褒美です。頑張った自分を褒めて、もっと自由にあなたは笑っていいのです。新しい未来への扉はちゃんと開き始めています。はい、このカップの中を笑いで満たそうっていうメッセージもぜひお受け取りください。はい、このような選択肢のメッセージ。そして一度ね、画角がずれていってしまったので振り返りしてみましょう。で、あの人は、今抱えているものがあったりとか、考えていることも
忍耐とか我慢とかね、自分の本音をなかなか見せないっていうふうに意識しているのだと思います。そしてその原因っていうのは自分の中にあると。そしてあの人が恐れていることは不安っていうのがここに入ってました。月のカード、そしてカップの5番っていうのもあなたを失うことの恐れっていうのを表しています。そして何を隠しているのか、何を言えないのかっていうところは蛇のカードでネガティブな感情です。嫉妬、独占欲とかね、そういうことですね。そしてやっぱりあなたに対してもごまかしを表す狐のカードが出ているので、自分の本心ちゃんと全部言ってよっていう風になかなかなりづらい、恥ずかしいとか怖いとか、そういうところがあるからです。はい。なので全部全て言えない、もし言ったら喧嘩になっちゃうんじゃないかっていう恐れがあるんですね。これどちらも喧嘩と、あとこれぶつかること、衝突などを表すカードなので、こうなるのがちょっと怖いなっていうふうに不安に思っています。で、隠していることは嫉妬心だから、自分がこれだけ嫉妬してるんだよってことってなかなか言えないじゃないですか、ね、誰とも話さないでとかそういうことも言えないから、だからここはぐっと我慢しているっていうところです。それはね、そうなんだなっていうふうにちょっと私も見ていて、なんかこう気持ちがわかるような気がしました。そして近い未来の近未来が14番節制のカードなので、もし今喧嘩している最中っていう方は、このギクシャクした関係が元通りに仲が深まっていくだろうし、喧嘩していないっていう方もギクシャク感からスムーズな流れになっていくと思います。アドバイスカードは質を高めるっていうことと、喜び、笑い、そしてお食事や飲み会っていうのもいいでしょう。コミュニケーションを交わして楽しい話題を振っていくと、お相手の気持ちが開きやすくなっていくと思います。隠していることはネガティブな感情なので大丈夫だよっていうふうに安心できるような言葉をかけてあげると、この方ネガティブな感情がすっと収まっていって、負の感情がなくなっていて、笑うことでプラスの感情が増えていって楽になるのかなと思いました。ぜひこのようにアプローチしてみてください。はい、では今回ちょっと価格がずれてしまって、一度まとめとして最後にお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは曖昧なあの人の本音について見ていきます。よろしくお願いします。あの人は曖昧にしている自覚があるのか、そして隠している本音とは何か、なぜ曖昧にするのかといったテーマで見ていこうと思います。はい、ではよろしくお願いします。2番をお選びいただいた方はこちらのカードです。では、タロットカードを出して展開していきます。はい、ではこちらで見ていきます。カードの説明です。こちらがお相手が隠している本音って何っていうところで、こちらはペンタクルの10のカードです。そしてお相手の今の現状が、ワンドの7番、そして考えていることっていうのがカップのキングのカード、そして今のお相手の本心っていうところでペンタクル7番です。そうですね。そして近未来がこちらペンタクルのナイトです。ということで、そうですね、隠している本音、隠していることありますかっていうふうに今尋ねているんですが、何かその隠していて不安になっているとか、いやまずいぞみたいな、そういうお気持ちにはなっていないんじゃないかなとは思うんですね。テーマ出していきましょう。ルノルマンであの人が隠していること、それは何っていうね、テーマズバリ出していきましょう。どんなこと隠している、もし隠しているんだったらっていう感じです。
本心のところにペンタクル7番なので、関係性の見直し改善とか、より良い関係性になっていきたいなとか、それはシンプルに言えば仲良くなりたいなとか、今お付き合いしているんだったら次のステージへとか、もっといい交際をしていくためにとか、もっと仲を深めるためにっていう風にかなり前向きに考えてらっしゃる。そして頭の中で考えていること、意識的に働きかけていることっていうのもカップのキングなので、あなたに対して優しい思いとか愛情を込めていると思うんですね。近未来もペンタクルナイトなので、誠実なお付き合いを求めていると思うんです。この人が隠していること、テーマ、ズバリ見ていきましょう。はい、クロスのカードです。クロスっていうのは運命とか課題とか宿命とか、そういうことを表しているし、まずは物事が一つ終わりを迎えて、サイクルを終えて次のステージへっていうことを考えてらっしゃると思うし、やっぱりそうなると関係性、次の関係性へとかステップアップしたいとか、そういうことだと思います。で、現状も、ワンドの7番なので、今の現状よりもっとより良くしていこうっていうふうに自分からアクションを起こそうとしていますし、前向きに取り組んでいる。少しのことではへこたれないよとか諦めないよとか、そういうこともお相手の現状から教えてきてくれているので、特にこれといった原因とか不満とか、例えばね喧嘩しちゃったとか、そういうこともないんじゃないかなって思うんですね。はい、この隠している本音っていうところも、ペンタクルの10なので、これは長い交際とか円満とか家族関係などを表してるんです。そしてこのように見ていくと、誠実に交際を続けていて、いずれ結婚とか一つのサイクルを終えて、あなたと次のステージへっていうことを考えてるんじゃないかなって思います。はい、なので隠していることもしあるとするんだったら、この次のステージとか家族とかご家族のことだったりとかするんじゃないかなとも思いますね。あとはチームとか、そうですね。なので何かネガティブな感情がそこにあるのかって言ったら、今のところカードからは浮き上がってこない。そしてこちらのカード、ミルキーウェイタロットからは、こちらはベガっていうカードですね。マインド、哲学、知的、瞑想、ヨギ、パイオニアといって、ベガのカードは自分自身のマインドなんですよね。方向性とか心の在り方とか、そういうことですね。それを価値観をすり合わせるっていうことかもしれませんし、でもいずれにしてもポジティブに今捉えてらっしゃるんじゃないかなって思うんですね。何かあるのかなとするんだったら、何か一つ物事を終えなきゃなっていうことは考えているかもしれない。そして次へっていうふうに、もう次を見ていますよっていうことが入ってきていますね。何か恐れていることがあるのかどうか、もうちょっと詳しく見ていこうと思います。あの人が隠している、本音っていうところは、まずこのベガのカードで、あなたに隠し事をしている自覚あるんですかっていう風にこっちのカードで尋ねてるんですけど、こちらからは特にないよっていう風に出てくるんですよね。何かやましいことを隠しているとかではなくて、それはその 100% 全部あなたに全てを打ち明けられているかって言ったらそうではないかもしれないけど、やましいことを隠してるとか、ネガティブな感情でいるよとか悩んでるよとか、そういうことじゃなくて、今とても穏やかな気持ちであなたと接していて、これからも関係性を続けていきたいなっていうふうに思っています。もし今2人の間で困難なこと、課題点があるんだったら、それは乗り越えていきたいなっていうお気持ちも持っています。あなたと仲良くなることを諦めたくないし、いずれはっていうふうに考えていると思います。長くお付き合いしていきたいなっていうふうに思っていると思いますね。なので、ここまで見てきていて、自覚あるんですかって言ったら、いやそんなになんか変なこと隠してないよとか、そういう返答で返ってくるんじゃないかなと思います。聞かれたら答えるよっていうようなスタンスだと思いますし、何かあったらあなたに話そうっていうのも感じて思ってらっしゃると思うので、何かこれを隠してるみたいなことは際立ってないのかなっていうふうに思いました。では、あの人が隠している本当の奥底っていうのはどういうことを考えているのか、この方もまだ浮き彫りになっていない部分ですね。潜在意識の部分ではペンタクル7番で、関係性より良くしていきたいよねっていうふうに考えてらっしゃる。で、そこをじゃあもうちょっと深掘りするために、このシャドウキャットのカードとトランプで出しています。見ていきましょう。トランプのカードはファイト
っていうカードです。そしてあとこちらシャドウキャット、大急ぎの脱出、急がなきゃっていう風に何か急いでるような本心っていうところが見えてきましたね。そしてファイトっていうのは戦いなどを表していたりもするんですよ。頑張んなきゃみたいな。確かに今の現状お相手何かに対して頑張んなきゃっていう風に思ってるんです。自分が負けたくない、粘り強く取り組んでいきたいっていう風にね、そういうお気持ちはあります。そこ何かなっていうところをもうちょっと見ていきましょう。まずこのベガっていうカードも合わせてお相手の本音、隠していることもしあればっていうところで見ていきましょう。もし隠しているとするんだったら、感情に振り回されることへの恐れだったり、自分の本心に自信が持てないということなんじゃないかなと思います。普段は理性的で落ち着いて見えるあの人ですが、心の奥底ではあなたに惹かれていく気持ちと、それにブレーキをかけようとする理性の間で葛藤しています。これは片思いの関係性だったらっていうことですね。交際している、お付き合いしている方っていうのは、自分がもっとぐいぐい次へ進んでいきたいって思うんですが、あなたの気持ちを汲んでセーブして、ゆっくりと2人で育んでいこうっていう、そういうセーブ気味なお気持ちっていうのが出てきています。あとは自分の本心に自信が持てないっていうことですね。もっと距離を縮めたい。でもそれで自分のバランスが崩れたらどうしよう。そんな風に感情と理性のバランスを取ろうとしていて、無意識に本音を押し込めているのかもしれません。あなたの存在が魅力的すぎるからこそ、自分を保とうとする防御反応が働いているのかもしれません。そうですね。なのでこれ何か悪いことがあったから隠さなきゃっていうわけじゃなくて、葛藤しているところもあるけど、おおむねポジティブに捉えていること、そしてもしこの方が言葉を濁したり曖昧にすることがもし今実際にあるよっていうふうに感じている方は、なぜそれを濁したり曖昧にしたりするのっていうところを深く見ていこうと思います。あの人が曖昧にすることがもしあるんだったら、本当のことを話したら面倒なことになるかもと感じているからかもしれません。今何かに追われていたり、心に余裕がなかったり、ちょっとピンチな状況なのかもしれません。あなたとぶつかったりとか課題が出てくるとするんだったら、その場から少し距離を取る方がいいと思っているのです。逃げたいわけではありません。今はちゃんと向き合うタイミングじゃないと感じているから、言葉を柔らかくして濁しているのです。あの人なりの危機管理なのかもしれません。急いで今取り掛からなきゃいけないことがあるとか、早くしなきゃっていうふうに思っているような気持ちも出てるのかもしれない。状況的にそうなのかもしれない。それでもし今ですよ、本来だったらこの方理性的で優しい方です。隠し事とかしない方でも現在あなたに対して何かこの人私に隠し事してるっていうふうにうっすらと感じる方っていうのは、それはもしかしたらこの方が急いで何か取り掛からなきゃいけないことがあって、あなたとじっくり向き合うのは今じゃないっていうふうに思ってるから、そして時を改めてじっくりと向き合いたいと思っています。今向き合うタイミングじゃないと思ってるからって言って、じゃああなたから離れるとか距離を取ろうとしてるからといって、じゃあお別れですと言わなくて、今そのタイミングじゃない、じっくりと腰を据えて話すのはもうちょっと後からだよって。だって近未来でここでじっくりと向き合って自分から動いていくっていうカードが出てるので、仮に今この人も冷たいんだよねとか曖昧にされてる気がするって思う方だとしたら、その近未来待ってみてください。そうですね、とりわけてこれっていうような要素が見当たらないような気がするし、今問い詰めていったらちょっとここでね、争いを避けたいなっていう気持ちがこの人の中で強まっていくんじゃないかなとは思います。はい、もう少し見ていきましょう。このファイトっていうカードが危機回避だったり、パニック、とっさの判断、優先順位、心の防御本能などを表しています。戦いとかそういうことを表していますね。あの人は今このまま話すと余計にややこしくなると感じているのかもしれません。自分でも気持ちがはっきりしていないのかもしれないですし、少なくとも今はあなたと真正面から向き合う余裕がないのだと思います。だからあえてぼかし、今空気を壊さないようにしているのです。あの人は無意識に距離を取っているのかもしれません。
それでも心のどこかではあなたに気がついてほしい、そんなサインを出しているのかもしれません。そうですね、何か隠していることそんなにないんじゃないかなと思うんですね。ただあなたがもしそれで疑っている、心配になっちゃって不安になっちゃってるって、それでもしなんか隠してることないのみたいなことを尋ねられたら、ちょっとパニックになっちゃうなとか、それでもし喧嘩になるぐらいだったら今は距離を置いた方がいいのかなっていうふうに思っているかもしれません。ただ時間が来たら、近未来ですね、もう少ししたら自分の状況が落ち着いたりなどしたら、あなたとしっかりと向き合うよっていうふうに関係性の見直しのカードも入っていますから、何か不誠実な態度を取るっていうわけではないと思います。隠し事をもししてるんだったらってことで、いやそんなにないんだけどなっていうのがこの方の今のお気持ちです。1枚出していきましょう。ダメ押しで隠し事してますかっていうことで、0番フールに値するカードが入っています。ないんじゃないかなと思います。もしあるんだったら、なんか自分の中で解決して、なんかストレス発散したりとか、今抱えていること、急いで何とかしなきゃと思うことはもうすぐにでも対応してすっきりとした状態にしたいっていうのがこの人の中の思いだと思います。早く、新しい出発したいな、終わらせることを終わらせてあなたと向き合っていきたい。あなたに対するお気持ちもカップのキングが出ていたりするので、誠実に愛情を持って付き合っていきたいって思っています。そうですね、隠している本音ももしあるんだったらご家族のことかな、この方のご家族のことかなとは思います。あとチームだったりとか集団っていうのが入ってくるんですが、それ以外だったらあなたと誠実に長くお付き合いしていきたいなっていう気持ちの方が強いと思います。はい、何か起こしたい、革命を起こしたいとかそういうことも考えていると思いますね。新しいスタートを表すフールのカードも入っているので、一旦ねリスタートみたいな形でリセットして気持ちを軽くしてあなたと向き合っていきたいっていうことかもしれません。はい、ということで、何か至ってこれっていうものが特に見当たらないような気がするんですが、いかがでしょうか。いやでも私たち今喧嘩してるんですとかっていう方だとしたら、確かに大急ぎとかファイトっていうのカードが入っているので、急いで何とかしてね関係性を良くしなきゃっていうふうにお相手考えてると思いますし、そうですねだと思います。ちょっとヌルマンでもうちょっと出していきましょう。この方、隠していること、本音、隠していること、自覚も多分ないと思う。何かマイナスなことを隠しているとかってことはないと思いますね。この人からの一言メッセージもらいましょう。33番、鍵のカードです。もうすぐ解決するからねっていう解決のヒントを表しています。またはチャンスだったりとか。なので、そうですね、なんか隠し事ありますかっていうことに対してのこの方のメッセージとしては、もうすぐ解決するよ。あなたがもしモヤモヤしていたり悩んでいたり不安に思っているんだったら、それが解消される時がもう間もなくやってくる。間もなく2人の間の障害だったりとか乗り越えなきゃいけないことっていうのも解決するでしょうっていう風に入ってきています。はい、2人並んでまた歩んでいける、デートできるとか嬉しいこともあると思いますね。じゃあ1枚、あなたがお相手に対してどういうことをしていけばいいのかなっていうメッセージカードももらっていきましょう。迷っていることとか不安に思っていることがあるんだったら、しっかりと話聞くよっていうふうにお相手がスタンス出してくれているので、安心してこのお相手と向き合ってお話ししてもいいのかなと思います。ただ今ではないっていうのはお相手が言ってきているので、お相手の状況次第ですね。ゆっくりと話す時間があれば、その時に尋ねてみてもいいんじゃないかなと思います。あなたがお相手にどういうことをしていけばいいのか、ソードの9のカードです。ソードの9はネガティブになりすぎてしまうっていうカードなんですね。なのでネガティブに捉えすぎないでねっていうのがアドバイスカードです。そしてこちらのオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。この2枚から今あなたがお相手にできることとか、どんなアプローチをしていけばいいのかっていうアドバイスもらっていきます。本音で語り合っていくために、まず感謝っていうカードが入っています。あの人は自分の思いを言葉にするのが少し苦手なのかもしれません。でもあなたのことを見ていないわけではないです。
実は小さな気遣いや優しさにいつも助けられています。だけど、ありがとうと口にするタイミングがつかめないだけなのかもしれません。だから、あなたの方から感謝を伝えてみましょう。今日もありがとうとたった一言でも、あの人はすごく心が軽くなります。感謝をきっかけに心の距離がぐっと縮まっていきます。あなたのありがとうは、あの人の心を明るく照らす魔法の言葉です。感謝を忘れずに伝えていけば、愛も信頼も自然と育まれていくでしょう。どうかネガティブになりすぎず、そして自分を責めすぎずに、健康に、心を健康にして、そしてお相手に感謝の気持ちを伝えていってください。あなたがありがとうと言えば、お相手も心がすっと軽くなります。そうですね、今回2番さんは特にそのお相手がやましいことがあるとかね、何か気まずいことを隠してるとか、そういうことではないので、もしかしたら心配しすぎなのかもしれないですね。その心配を取り除いてくれるような誠実な対応も見せてくれると思いますので、だからあんまり自分の中でマイナスに捉えすぎないっていうのを意識されるといいんじゃないかなと思いました。そしてトランプからラッキーナンバーを出しています。ラッキーナンバーが5番で、そしてこちらラッキーカラーはピンクです。ピンク色取り入れてください。そしてお選びいただいた選択肢からのメッセージです。これは自分の物語に恋をするというメッセージです。あの人が本音を曖昧にしている、もしそういう節があるとするんだったら、自分自身の気持ちや考え、そして自分の価値に自信が持てなくなっている時です。誰かと比べてしまったり、うまくいかない日々にため息をついたり、あなたも同じように悩み自信が持てなかった時、あなたはそれでもあの人を信じたい、信じようと決めて進んできました。小さな努力も静かな優しさも全部があなたらしさの証です。あの人がもし迷っていたら、あなたがあの人のことを信じる、そして自分自身を信じることが一番のお互いの癒しになります。今日のあなたのストーリー、物語は世界でたった一つの宝物。さあ今日はどんなストーリーを紡ぎ出していきましょう。できれば愛に満ちたストーリーを紡いでいってください。そういうメッセージでもあります。もしあの人が何か今本音を曖昧にしている節があれば、自分自身の気持ち、そして自己価値に自信が持てないってところが原因かもしれません。でもそれは同じくしてあなたも同じように悩み、自分の価値ないんじゃないかっていうふうに悩んだこともあると思います。だからこそお相手に対して優しい気持ちを示していけば、あの人が抱えている自己価値の自己肯定感の低さっていうのも取り除かれていくんじゃないかなと思います。しかしカードを見ていると、今何かじゃあ自分自身がすごくひどく落ち込んでいるっていうようなお相手ではないと思います。もっといい関係にしていこうっていう気持ちが出ている。もしあなたがネガティブに考えているんだったら、この関係性なんとか早く改善させていこうって、そういう前向きな気持ちでお相手見ています。だから心配しすぎず安心してください。そういうメッセージでもありました。今回は曖昧なあの人の本音ということで、あの人は曖昧にしていることあるのか、隠している本音って何とか、なぜ曖昧にするのかなどをテーマに見ていきました。2番さんの場合は、お相手特にこれやましいこと隠してるとか、そういうことでもなく、あなたと誠実に向き合っていく未来っていうのを見ています。はい、ぜひこちらを参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、曖昧なあの人の本音。あの人は曖昧にしていることありますか？隠している本音はありますか？そしてなぜ隠しているのですか？ということをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。3番をお選びいただいた方はこちらの選択肢のカードです。はい、ではタロットカードを展開していきます。
はい、それでは見ていきます。タロットで出しています。まずあの人が隠している本音っていうことで、ここに、ソードの5番のカードです。勝ち負け、争いとかを、対人関係の争いなどを表しています。そしてこの方の今の現状っていうところにムーン、月のカード、不安定ですね。感情の揺らぎとかが出ています。そして考えていることはソードのナイトのカードで、自分で切り開いて動いていくというカード。そして本心、本音、隠れている潜在意識っていうところにワンドのページのカードですねもう入ってきています。そしてこちらが近未来です。カップの3番のカードなので、喜びとか分かち合いとか乾杯カードって言われていて、あなたと一緒に楽しい気持ちを分かち合う、そういう時間を作る、そういう風になるっていうことが言われていますので、隠していることは確かにここ争いっていうのがあります。そして、ルノルマンカードで出していきます。確かにこの方今悩みの中にいる、迷いの中にいる最中っていうのが入ってくるんですね。しかしあなたとの近未来は喜びっていうことを求めているので、そうですね、今もし喧嘩してるんだったら仲直りとかいい関係にってことを思ってるでしょうし、いや今全然喧嘩とか何もなくてって、ただこう仲を深めていきたいんですっていう方だとしたら、嬉しいこと、お食事に誘ったり、お相手の方から誘ったりとかデートしたりってこともあると思うんですね。もう少し見ていきましょう。この人の潜在意識1枚テーマ出していきます。はい、こちらの1枚出していきます。山のカードですね。自分自身の中でこの課題を乗り越えていかなきゃなとか、そういうことを思っています。もう1枚出します。隠している本心、本音っていうところで1枚追加でカードを出していきます。隠していること、争いのカードなんですよね。対人関係とかそういうことを表しています。あと言葉のやり取り、コミュニケーションのズレとかね、そういうことを表していると思います。見ていきましょう。ルノルマンカードは3番、船のカードです。はい、進んでいきたい、前向きにね進んでいきたいと思っている。だけど対人関係で気になることがある。それはあなたとの間での葛藤とかすれ違いとか争いが起きるのが怖いっていうのもあるかもしれません。喧嘩したくないけど進んでいきたいってことだから、前向きに進んでいきたいんだけど、そこでもしそうならなかったらどうしようとか、誰かに邪魔されたらどうしようっていうことも考えてると思います。そしてこちらがリラというカードです。父なる文明、宇宙的祖先、勇敢、パワフル、リーダー。これがこの方の隠している本音っていうところに入ってきています。勇敢さ、力強さとか引っ張っていく力、それがそこでね、あなたと衝突したらどうしよう、パワーバランスのことを考えていたりとか、この方パワフルな方ですよね。考えていることがそもそもソードのナイトのカードなので、動くんだったら自分からとか、曖昧にしてるんだったらはっきりと自分で意思表示しようとか、自分から取り組みたいっていう気持ち、考え方が出ているので、積極的に何か動かしていきたいんだけど、ただ隠していることはここなので、引っ張っていけるかな、勇気が出るだろうか、ここで自分で動いたところで誰かとぶつかったらどうしようとか、そういうことを考えています。でもやっぱり進みたいっていう風に、自分の気持ち、本心ってところは進んでいきたいっていう気持ちが出てるんですね。そして潜在意識では課題などもあるので、自分が動いたところでそれは果たして乗り越えられる山なんだろうか、どれぐらいかかるんだろうかとか、そういうことを考えていて、じっくりと今道筋を考えているのかもしれません。チャンスがあったら切り込んでいくよっていう気持ちもある。ただし今の現状がちょっと不安定なので、この方の中の感情の揺れ、不安っていうところが今勝ってるかもしれません。どうしよう、こうしたいっていう願いはあるんだけど、実際に行動に起こせない葛藤だったりとか不安ですね、そういうのが見え隠れしてる。両方の気持ちがあります。こうなったらいいなっていうポジティブなものと、逆にこうなっちゃったらどうしようっていうようなね、課題点だったり、そこに対する不安っていうのも両方あるような、そんな気がします。
この方の隠している本音、まずどんなものですかっていうのを見ていくんですが、それがここのソードの5番とリラというカードの2枚ですね。あと補足で出したルノルマンの船っていうカードもあります。船は進んでいくんです。海を渡って航海していくんですけど、その航海中に長い旅路ですよね。その中に様々な天気が訪れてきて、嵐だったりとか晴天だったり雨が降っていたり、その中でも自分は進んでいくんだっていう強い意志を見せるようなカードなんです。前向きに今自分の中で進んでいきたいんだっていうことをおおむね表しているカードなんですけど、ここでこの人が隠している本心見ていきましょう。この人が隠したいと思っているのは自分の中の弱さや揺らぎなんじゃないかなと思います。しっかりしているとか頼もしいリーダータイプに見えるあの人ですが、本当は完璧でいようとしすぎて気持ちを見せることに不安を感じています。強くなければならない、感情を出せば相手に負担をかけてしまうかもしれない、そんな思いが心の奥にあるのです。あなたの前では自然体でいたいけど、その分自分の理想と現実とのギャップに戸惑ってしまう。心のどこかでこんな自分を見せたら幻滅されるのではないかと感じていて、それが素直になることを妨げているようです。葛藤がやっぱり見られるかなと思うんですね。なんかこう動いていきたいとか仲良くなりたいとか楽しい時間を持ちたいっていうね、そういう前向きに取り組んでいきたいっていう気持ちの反面で、恐れ、対立したらどうしようとか、誰かとぶつかったらどうしよう、それは困難なんじゃないかとか、自分にはその力があるのかとか、そういうところで葛藤も見られているみたいです。だから強くなきゃいけないとか、自分は引っ張っていかなきゃいけないってことを意識しすぎているのかもしれないです。かっこいい自分を見せていかなきゃみたいなね、そういうところを考えていて、弱いところは見せちゃいけないとか、揺らいでるところは見せられないな、かっこ悪いからってかっていうふうに考えてるかもしれないですね。ではこの方がなぜ言葉を濁したり曖昧にするのっていうところ、それはやっぱり葛藤っていうのが一番あるんですよね。自分の中でやっぱりいい自分を見せたいっていうところがあるから、あんまり弱いところを見せたくないなっていう気持ちが強いんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。あなたの前では隠し事をしているように見えますか？言葉を濁したり曖昧に見えるでしょうか？どうでしょうか？そうですね、ヌドルマンで1枚出していきましょう。もしあなたの前で今あなたがこの人って曖昧にしてるっていうふうにもし感じるんだったら、それはどこから来ているのか。葛藤、恐れ、対立、勇気、その辺も大きく関わってきますが、もう1枚さらにもらっていきましょう。狐のカードです。素直に見せられない、弱さを見せられないっていうところですね。狐は嘘、ごまかしとかそういうことを表しています。もちろんそれ以外にも意味合いはあるんですが、今回はそんな風に取っていこうと思います。やっぱりごまかしちゃうんだって、弱さを隠しちゃう、その勇気が持てない、こういう風にリーダーシップを発揮できない、本当は怖いなとか大丈夫かなっていうふうに不安に思っている自分を隠してしまうってことです。もちろん表面的にはこの方しっかりしてるし、意思表示もはっきりしてる方なので、かなり分かりやすいタイプだと思うんですね。元気があるないとか物事はっきり言うような方だと思うんです。その反面、自分の心の不安っていうのをあんまり見せるのが嫌というか、恥ずかしいとか怖いとか、そういうことがあるんじゃないかな。頼もしいって見られてる分、しっかりしなきゃっていうふうに思っているのかもしれません。そしてあとはこちらの2枚からも補足で出しているので見ていきましょう。こちらも狐のカードですね。トランプはこの13番のカードです。そしてシャドウキャットのカードからは危険を逃れるというカードが入ってきています。はい、こちらからも見ていきましょう。そうですね、まずこれは厳しさなどを表しているカードです。限界とか現実を直視する、選ぶ、心の防御ラインなどを表しています。なのでもしかしたらこの方の中でやっぱり自分に厳しかったりとか、あとは現実を直視するのが怖い、この弱い自分を見せてもいいのかどうかっていうようなね、そういう心の防御反応も関わってきてるかもしれません。やっぱり恥ずかしいとかね、そういうところもあってついついごまかしちゃうんですとか、いつも強い自分でいなきゃっていうような意識がすごく強く働いているかもしれません。
あの人が言葉を今濁しているとするんだったら、それはこの関係にどこか無理を感じている、だけどそれを認めたくないと思っているからかもしれません。状況がごちゃごちゃしていて、自分の中でも気持ちの整理がついていない状態かもしれません。でも心のどこかでこのままじゃいけない、無理をしていると気づいている様子もあります。はっきり言葉にする勇気が出ないのは、あなたを傷つけたくないからです。ちゃんと向き合いたいけど、どう言えばいいかわからない。だからこそ今は曖昧なままで止まっているのかもしれません。もし今曖昧な関係とか何かごまかされてる気がするっていう方は、お相手はそのように考えているみたいです。いや、そんな隠し事されてる気がしないっていう方だとしたら、お相手はやっぱりこの関係に無理っていうのは、自分が強くなきゃいけないっていうところに関して限界を感じているのかもしれません。高い目標を掲げているから、自分の中の高い理想、自分はこうなんなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていうのが強く出てるんじゃないかなと思うんです。緩めてあげるとね、かなりリラックスしていい感じになれるんじゃないかなと思うんですけど、本当は自由に進んでいきたいんだけど、この瓶の中に入ってるかのようにうまく進めない葛藤っていうのが見えていますね。対人関係っていうのももしかしたら関わってくるかもしれません。それを何とかして切り開いていきたいとか、そうですね、あなたから何か一声あれば勇気づけられるなっていうところもあると思うんですね。でもそれをなかなか素直に言えない。いや、君の声が聞きたくてとか、その一言が出てこないんじゃないかなと思うんですね。あの人は自分の気持ちにどこか正直になろうとしている最中なんです。でもそれはこの関係は無理と投げ出すことではありません。むしろ本当に大事にしたいからこそ、今のままではいけないと感じているからこその迷いです。今の状況に無理があると感じながらも、それをうまく伝える術がなく、結果として曖昧な態度になっているのです。この厳しさというのは、未来のために必要な見極めです。あの人もきっと答えを今出そうとしています。はい、なんかね、答え、どんな答えなんですかっていうことで、それを1枚タロットでもらっていこうと思います。それは自分の本心をちゃんと見せることなんじゃないかなとも思うんですが、はい、見ていきましょう。ウォーターの2番、カップの2番です。あなたと一緒になりたい、つながりたい、パートナーシップ、恋人関係になりたいとか、恋愛的なつながり、心を共鳴、通い合わせたいというようなね、パートナーシップを表すカップの2番のカードが入ってきているので、やっぱりあの人はあなたと結ばれたい、シンプルに言っちゃえば恋人になりたい、付き合いたいなとか、仲を深めたい。この近未来のカードもカップの3番なので、仲を深めていきたいとか、楽しい時間を持ちたい、二人きりになりたいなとか、そういうことを考えています。だからこそこの人がそうですね、正直になろうとしているっていうのは、愛を伝えようとか表現しようっていうことなんだと思います。答えとしては、あなたとの未来を描こうとしているんじゃないかなと思います。そして今の状況に無理を感じていたり不安を感じているっていうのは、対人関係のことだったり、自分が素直になれないこと、強がっちゃうことっていうのも入ってきています。でもそれを乗り越えて、この人は近々あなたにお誘いを持ちかけるんじゃないかなと思います。はい、カップの2番、パートナーシップです。ということで、あなたの方からも何かアプローチしていくと、この方も緊張がほぐれるとか、大丈夫だっていうふうに思えるかもしれませんね。どうやったらいいのかっていうことを、出していきましょう。あなたの方からどんな持ちかけ、アプローチをしていけばいいのか、タロットでも出していきます。責任感の強い方なんじゃないかなと思うんですね、このお相手が。自分はこうしなければいけないとか、こうじゃなきゃいけないとかっていうことを強く考えすぎているのかなとも思うんです。例えば、みんなをまとめていかなきゃいけないからとか、はい、1枚もらっていきましょう。あなたからできるアプローチ、司祭のカードですね。例えば今お相手との間でつながりがあるとするんだったら、社会的なつながりですね。コミュニティの場、パブリックな関係性がある
だとしたら、その立場を超えてお相手とつながっていくことっていうのをアプローチしていくんですが、それをストレートに出していくような関係性じゃないかもしれない。お互い誰かに気を使いながら接近していくような関係性。例えば店員さんとお客さんだったり、同じ社内の中の上司と部下だったりとか、周りに気を使っていきながらもプライベートな関係になっていこうとしている最中なのかもしれません。なのであなたの中でも社会的な地位を守りつつ、お相手とプライベートな関係、デートですねを重ねていくことっていうのがとても大切。そして必要であれば協力者を得ることもいいでしょう。司祭のカード、教えてもらうっていうことがテーマになってくるので、2人の仲を発展させるためにヒントを得る。それは誰かからのアドバイスかもしれないし、雑誌とか本とかネットから得るような情報かもしれない。あなたにとってピンときたメッセージをヒントにしていただいて、またはね、信頼できる相手に相談して、その方からのアドバイスをもとに動かれてみるといいんじゃないかなっていうメッセージです。そしてこちらのオラクルカードからももらっていきましょう。愛と自由というカードです。あの人が言葉を濁すのは、こんな自分でも愛されるのかなという心の奥の不安があるからです。本音を話すことは時にとても勇気がいるもの。でもあなたがあの人を信じてあげることで、その不安はゆっくりとほどけていきます。信じてる、大丈夫だよ、そんな一言があの人の心をそっと後押しします。大切なのは相手を自由にさせてあげることです。言葉よりあなたの信じる姿勢が何よりの安心材料となるでしょう。あなたは愛する力のある人、そしてちゃんとお相手から愛されています。無理に抱え込まなくても大丈夫。信じて委ねて愛を受け取っていきましょう。優しさを見せていくこと、そしてもしかしたらあなたがお相手に愛を教えていく人なのかもしれません。愛を伝える、愛はこんなに優しく温かいんだっていうこと。例えば2人の関係はオリジナルを持ってお付き合いしていけばいいんじゃないって、周りに習わなくてもいい自分たちのやり方でやっていこうっていうことかもしれませんし、お相手が望んでいることはやっぱりここのあたりですよね。気持ちの通い合わせっていうのを望んでいると思うので、そこに対してあなたも優しくこうだよとか大丈夫ですよとかっていう風に、何か安心できるような一言をかけていくといいのではないかなと思いました。そして対人関係っていうことに関してピンとくる方っていうのは、そこを解消させていくことがまず先決かなとも思います。そして危険を察知すると、この人は固く本音を出さないっていうふうに決めるかもしれないので、まずはお互いの状況を整理してみてください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージをいただいていきます。このカードはあなたの本当の気持ちは何っていうカードなんです。あの人が言葉を濁してしまうのは、本当の自分を見せたら嫌われるんじゃないかと思っているからです。だけどあなたと過ごす時間の中で、自分の心の奥にある本当の声が少しずつ目を覚ましてきているようです。あの人はまだ自分の正直な気持ちに向き合っている途中です。でもあなたが素直でいることで、自分も少しずつ本音を出していっていいんだと感じています。急がずに心を温めていきましょう。あなたの素直さはあの人の心をほぐす鍵です。ありのままのあなたを受け入れることで、お相手も自然と心を開いていきます。焦らずあなたのペースで進んでいきましょう。そして常に問いかけてください。私の本当の気持ちはどんな気持ちっていう風に、常にその都度その都度見直していってください。今気持ちはどこへ向いている、どうしたいっていう風に、お相手も同じように都度見直しています。そうやって少しずつお互いのペースで歩んでいってください。お相手の本当に隠しているお気持ちっていうのがここのあたりに出てきましたし、近未来も嬉しいことあると思います。その時に温かいお気持ちを伝えると、お相手の緊張もほどけるのかなと思いました。そして3番さん、ラッキーナンバーがこちらのトランプから出している13のつく日時を参考にしてください。そしてラッキーカラーなんですが、こちらが青とピンクの混ざったような色がラッキーカラーです。今回は曖昧なあの人の本音について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。
今回のリーディングはいかがだったでしょうか。テーマは曖昧なあの人の本音について見ていきました。実際にあの人が何か隠し事をしているような気がするとか、曖昧にされてる、言葉を濁されてるとか、聞きたいことを聞いたら ごまかされたっていう方もいるかもしれません。それが気になって今回のテーマを見たよっていう方もいるかもしれませんし、いや特に思い当たるところはないんだけど、何か隠してることがあったら知りたいなっていうふうに思ってご覧いただいている方もいるかもしれません。様々状況が違うと思いますので、ご自身の状況に当てはめてご覧いただけたらなと思います。はい、今回は1番、2番、3番と3選択肢で占いを行わせていただきました。そして、こちらもうすでにお伝えはしてるんですが、1番さんの時に撮影しているカメラの機材が傾いてきてしまっていて、気がついたら画角がずれていってしまったんですね。なので時間経過とともにどんどん画角がずれていってると思うんですが、ぐっとまた調整して最後にまとめとしてお伝えさせていただきました。占いの最中に画角がどんどんずれていっていて、カード見えなくなってるなっていうふうに思われたと思うんですが、大変申し訳ございませんでした。ただもう一度画角をギュッと戻して、はい、しっかりと固定させて、最後に全体が見えるように調整いたしました。そうですね、カメラの重さでだんだん落ちてくるっていうことが時々あるので、しっかりと固定をして撮影に臨みたいと思います。はい、ということで今回はこちらのローズバッドタロット、こちらのタロットカードを使わせていただきました。こちらから今回プチ3択占いを行っていこうと思います。カードを切っていきながら今回のテーマ決めていこうと思います。どんなことを隠しているの、どうしたいのっていうところも今回深く見ていったんですが、久しぶりにあの人の隠している本音っていうのをテーマにして見ていったかなと思います。どんなことを隠しているの、どうしたいのっていうことも、合わせて見ていきました。そして本音で向き合っていくためにっていうので、最後にメッセージをお届けしていきましたので参考にしてください。では一言メッセージでもらっていこうと思います。今回のリーディングに絡めて一言メッセージです。各リーディングであなたはどういうことすればいいんですかっていうこともタロットに尋ねていったんですが、加えて一言メッセージもらっていきましょう。今回は選択肢関係なく左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。はい、今の季節バラが美しくね咲く季節ですので、タロットもバラのタロットを使いたいなっていう気持ちが高まっていて、今回もバラのタロットを使っています。はい、では直感で左、真ん中、右とお選びいただいたでしょうか。では今のあなたに必要なメッセージ、左をお選びいただいた方です。こちらはワンドの6番です。はい、今回のテーマに絡めてのメッセージです。これは勝利を表すカードなので、お相手と向き合って話をしたいってあなたが望むのであれば、自分からお話持ちかけていくとお話できるでしょうし、いや今はねちょっと黙って見ておこう、静止しておこうとか、相手の様子を伺おうと思ったらその通り実践してみてください。自分の思った通りに進んでアクションをしてください。アクションを起こすことで成功をつかみ取るという意味のあるカードです。はい、もし聞きたいだけど聞けない、迷っているっていう方は、その迷いが晴れるまではずっとじっくりと考えたりとか、リラックスしたりとか、今のご自身にできることをやってみてください。ただアクションに起こすとそれは成功を導くよっていうふうに言われています。できるだけ明るく朗らかに優しくお相手に説いてみるといいと思います。はい、では真ん中をお選びいただいた方です。ペンタクルの7番です。関係性の改善や見直しです。どうして私はあの人を疑っているんだろう、なぜあの人は曖昧にしてるんだろう、ちょっとしたヒントが見えているのかもしれません。そして今まで自分たちが歩んできた道のりを振り返る時間っていうのを今持ってみましょう。振り返ってみて、あの時はこういうことがあった、あの時あの人はこう言った、連絡がなかったのはもう何日前だなど振り返ってみて、そこで整理してまとめてみてください。そして自分はどうしたいのか、これからどの方向に向かっていきたいのか、
どんな、植物を育んでいきたいのか。ペンタクル7番っていうのは耕していて、植物を育てたりとか果物を育てたりしていて、それがどんな実りを迎えるのかっていうのを一旦立ち止まって振り返って、また改めて考えるんです。どうやったらいいかなって、どうやったらより良いものになっていくんだろうかっていうのを一旦考えるってことなので、考える時間を持ってみてください。振り返りとか、そしてより良い関係性を目指してっていうことをテーマにして考えてみると、答えが見つかるんじゃないかなと思います。右をお選びいただいた方です。ペンタクルの4番です。本当に大切なもの、それって本当に大切っていうことをもう一度問いかけてみる。ペンタクル4番っていうのは守りのカードなんですね。しっかりと自分の意思とか守りたいもの、こうだって決めたものを守る、がっちり守るぞっていうカードで、それはすごく素晴らしいこと。でも時々それって本当に今大事なの？本当に優先させることなのっていうことを見直す必要があるかもしれない。そんなメッセージを伝えてきてくれています。あなたが守りたいと思っているものは一体どこにあるんだろう。それは自分の傷つきたくないっていう気持ちなのか、それとも相手にこうやって聞くんだっていうような強い意志なのか、相手がちゃんとはっきりしてほしいっていう願いなのか、どこを自分が一番大事に優先させたい、守りたいと思っているのか、そのあなたが守りたいと思っているカードは少し緩めたりとか見直したりすることで、それ本当に必要なのとか、そこまで強くガードする必要あるっていうことをはっと気づくような一つのきっかけになるかもしれません。もう一度確かめてみて、それでも自分はこうやって守りたい、これを守りたいんだっていう気持ちを強く持てれば、それを押し通していくっていうのもいいと思います。その守り、今は本当に大切なのっていうことで、もう一度自分の足場見てみるっていうことが必要なのかもしれません。このように3つの結果に分かれていきました。ぜひこのプチサンタ占いも参考にしてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。いつも皆様からの高評価やコメント大変励みになっています。特にコメントはいつも毎回ちゃんと読ませていただいて返信させていただいています。どうぞこれからもよろしくお願いします。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちらでした。